強い雨が降っている。時刻は深夜の2時。何か大きなものを引きずっているような音が聞こえてきた。それは館の前で止まり、そして扉が開く。ようこそハウスであり助けてもらえませんか？僕、とても困っているんです。ここにやってくるのは様々な絶望を抱えた人々。様子がおかしいのはそれほど珍しいことではない。だが椅子に腰掛けた客の姿を見て、さすがの占い師も言葉を失ってしまう。顔を見る限り男のようだが、その体はあまりにも奇体なものだったからだ。この男どうなっているんだ。こんなことは初めてだ。やはり驚かれましたか？僕も未だに信じられないのです。直し方わからないですよね。わかりました。帰ります。お待ちください。問題ございません。まずはあなたの声を聞き取りやすくさせていただきますね。占い師はセットされたハーブティーのポットの蓋を取り、両手をかざして何かの呪文を唱えた。するとポットの中から不思議なオーラが立ち上った。そしてハーブティーから気泡が湧き立ち、眩しく輝き出す。やがて光が消えた後、占い師はハーブティーをカップに注ぎ、川に進めた。私特製のハーブティーです。飲んでみてください。それを飲めば元の声で話せるでしょう。すごい。いただきます。ではどうしてこのようになったのかお話しいただけますか？占い師がそう言うと、先ほどまで絶望していた男は生気を取り戻したように目を輝かせ、その半生を語り始めた。僕は生まれつき話すのが苦手でした。話そうとするとどもったり、言いたいことはあるのにうまく言葉にできないことが多かったんです。今はかなり改善しましたが、当時は結構症状が強くて、小学校まで平気でした。でも中学になるとそうはいかなくなって。深川はこの癖が原因で同級生たちのからかいの標的となった。当時僕はみんなに虫と呼ばれていました。と思ってしまうのが虫の鳴き声みたいだという理由です。高校に進学してしまえば大丈夫だと思っていました。進学先は地元から遠い私立に決めていましたから。でも状況は変わりませんでした。中学の同級生が一人だけ同じ高校に入学して、僕を虫と呼んだんです。虫、その言葉があなたにとって大きな心の傷になっているようですね。はい。高校でも中学同様にからかわれた深川は入学から1年後、限界を感じた。以降30歳になる去年まで引きこもり続けることとなる。高校を辞めて引きこもり出して、もう30歳。両親は無理しなくていいと言ってくれましたが、僕はさすがに動き出さなくてはと思いました。そして僕はある工場に雇ってもらえることになりました。仕事はやることそのものは単純で、それほど手こずりませんでしたが、問題なのは僕のコミュニケーション能力の低さでした。それでもめげずに頑張りました。これ以上両親に迷惑をかけたくないと思いましたから。ですが、あれは昨日の深夜のことでした。深川は次の日も仕事があり、早めに就寝したが、寝苦しさに目を覚ました。喉の渇きを覚え、水を一杯飲もうと彼は体を起こして台所に行こうとした。その時彼は異変に気づいた。どういうわけか手がうまく動かない。それでもう片方の手を使おうとしたのですが、こちらもうまく動かせない。なぜか布団をめくり上げることもできませんでした。不思議に思いながら僕は体をよじってベッドから出ようとしました。そして自分の体を見て、
その時僕は自分が大きな虫になっているのに気づいたのです。深夜だったせいか、寝ている両親は深川の叫びに気づかなかった。その後、朝になりそろそろ起きる時間だとやってきた母に、部屋の扉越しに体調不良で休むと伝えました。母はその日一日部屋には入らず、扉の前に食事を置いてくれました。僕が部屋から出ないのは引きこもりの頃から当たり前だったので、特に詮索されませんでした。深川は1日かけて虫になった体の動かし方を得得し、ネットを駆使してどうにか元の姿に戻れないか探った。だが出てくるのはカフカという小説家の書いた変身や漫画の話ばかりで、現実に経験した人物の情報はどこにもなかった。彼は途方に暮れ、両親の眠る深夜に外へ抜け出した。人目を避けて夜の街を進みました。雨や風が強かったからか誰にも会いませんでした。そんな中、この建物が目について、それでここまで話をすると、深川は丸々と太った芋虫型の体を前に倒して下を向いた。占い師はじっとその異形の中にある痩せた男の姿を見る。すべてはこの男の幻想だったというわけか。実際のところ、占い師の前に座っているのはブラック企業に搾取されガリガリに痩せた男に過ぎなかった。だがその妄念があまりにも強いため、占い師にも彼に見える幻の姿が同じように見えてしまっていたのである。それであなたはどうしたいのでしょうか。元の姿に戻ってまた働きたい。虫になってまで行きたくないと思ったその会社に、それでもあなたは行こうというのですか。はい、僕なんかを雇ってくれるところはそうそうありません。両親を安心させるにはそうするしかないのです。わかりましたとうなずいた占い師は細長い黒い箱を取り出した。その中には黒い革紐に淡く緑に輝く宝石のついた首飾りが入っていた。ではあなたにはこちらを差し上げます。深川は占い師から首飾りを受け取るとすぐに身につけた。するとみるみるうちに元の人間の姿に戻っていく自分の体に彼は目を丸めた。すごいです。これでまた普通に働くことができます。ありがとうございます。この首飾りいくらですか？結構ですよ。ですが決して外してはいけません。絶対に。深川は何度も占い師に感謝して頭を下げ、喜んで帰っていった。次の日から会社に戻った深川は自分が流暢に話せるようになっていることに気づく。おかげで同僚とはうまく会話ができ、上司との仕事上の話し合いもスムーズにこなせた。信じられない。これはこの首飾りの効果なのか？そして深川の会話能力はみるみる高まり、彼は上り竜のように出世を果たし IT 企業へと転職。そこでもあっという間にその魅力的な語りの力で出世していく。数年後には会社を立ち上げ社長となった。虫けらと呼ばれていた彼がどけよ虫けら他人を虫けら呼ばわりできるようになったのである。Haus der Liebe。僕をバカにしていた奴らめ、いい君だ。あの時の僕は怒りのはけ口や笑いを取るための都合のいい道具にされたわけだが、今は君たちが僕にされる側となったというわけだ。どうして笑っているの？いや、幸せだと思ってね。美しい君とこんな風に過ごせるようになってさ。あらそうなの？てっきり何か悪いことを考えてるのかと思ったわ。深川は何でもないさと肩をすくめた。さあ一緒に飲みましょう。乾杯。何もかも完璧だ。僕はついに全てを手に入れた。どれもこれもあの占い師のおかげだ。そのままベッドに横たわった二人は熱いキスをした。
小豆にされるがままの深川は溶けるように意識が落ちてゆく。僕は眠っていたのか。眠りから覚めた深川はいつもの癖で胸元にある首飾りをつかみ、あの宝石を確認しようとした。がいくら探っても首飾りに手が触れない。動揺した彼はベッドから飛び起き、寝物語で葉月がささやいた言葉を思い出した。あなたの首飾りって本当に素敵。これ私にプレゼントしてくれない？もしかしてあの女。深川が慌ててベッドを飛び出すと、案の定葉月は姿を消していた。彼は激怒して部屋から走り出る。途中深川はホテルマンを見つけた。おいそこの君、腰までの長さの黒髪の美人、僕の恋人なんだが見かけなかったかな。申し訳ございません。先ほどこちらの会に参りましたばかりなのでわかりません。よろしければ私も一緒にお探ししましょうか。深川は振り返ったホテルマンを見て真っ青になった。虫。お客様、どうしたのですか？そんなに大きな声を上げて。深川は慌ててちょうどよく開いていたエレベーターの中へ飛び込む。1階のボタンを連打し、彼はさっき見た光景を思い出して荒く呼吸を繰り返す。なんだあれは。何なんだ。一体どうなってるんだこのホテルは。占い師は水晶に映るそんな深川の様子を見て不気味に微笑んだ。何もない。そんなはずない。もっとよく調べて。何もないとばかりに首を振る鑑定士。あいつを眠らせて手に入れたのはいいけどな。ただのガラクタだなんて。大事にしてるから何か大きな秘密があると思ったけど、思い過ごしだったの。深川が身につけていた時には輝いていた首飾りが光を失ったことも気になっていたが、調べてみるが何の仕掛けもない。諦めた葉月は仕方なく店を出る。いいわ。こんなものなくても切り札はある。あんたを必ず引きずり下ろしてやるわ。友だと信じていた父を言葉巧みに騙し、技術を奪ってのし上がったあの裏切り者。深川よ、親に心配をかけまいと。あれほど努力していたお前がこんな風に変わるとは。お前は虫を踏みつぶすがごとく人を踏みにじり、大きな恨みを買ったようだ。アクセサリーを失ったお前はその代償を受けることになるだろう。葉月は深川の話を父親からよく聞いていた。葉月の父親は深川が IT 企業へと転職した時の同期だった。親友と呼び合うほど仲が良くなり、父親が考案した技術をもとに2人で起業するはずだった。だが深川は自分のアイディアとして特許を申請し、一人で起業したのだ。起業するための借金だけが残った父は深川に裏切られたショックと過労で倒れ、病気がちになった。そして嘘でしょ。父さん寝てるだけなんでしょ。起きてよ父さん、起きて。深川、あんたのせいよ。あんたが。実のところ小学校の頃から神童と呼ばれた葉月は、その卓越した頭脳で立ち上げの頃から父親の技術開発の手伝いをしていた。だから葉月だけが父親の技術であることを知っていた。入院した父を看病している間に自宅を荒らされ、父の技術だと証明できる唯一のノートやパソコンを丸ごと奪われてしまった。空き巣を装ってはいたけど、あれが深川の仕業なのは分かっていた。葉月は秘書として会社に入り込み、何年もかけて少しずつ深川に近づいていった。父子家庭だった葉月は養子縁組により名字も戸籍も変わったため、深川に気づかれることもなかった。そうして葉月はその美しい容姿と頭の良さで見事に深川を虜にし、恋人となったのだ。ずっとこの時を待っていたわ。父さん、やっとあいつに一矢報いることができるわ。
会計にも精通している葉月はすでに深川の脱税の証拠をつかみ内部告発していた。そして後に深川は起訴されることとなる。かつて盗まれた父親のデータも深川の部屋で見つかり、盗まれたものだと証明もされる。そんな企業不正をメディアに取り上げられ、会社の株価は暴落。果ては会社も失うこととなるのだ。そんな深川の未来を占い師は水晶を通して見ていた。その頃、深川はホテルの1階のフロアで悲鳴を上げていた。なんだこれは。彼の目に映っていたのはフロア中を歩き回る何匹もの巨大な虫たちだった。そう、以前彼自身がそうであったような。深川は必死にホテルを飛び出し街に出るが、彼の目には全ての人が巨大な虫に見える。お前は。福間、お前は俺の大事な親友だ。お前となら何だってやれるような気がするよ。なんだよ、最初から何でも持ってるお前に俺の何がわかる。ずっと人に虐げられてきた俺の何がわかるってんだよ。深川よ、お前は手に入れた力におごり、自分が過去に苦しんだ経験を今度は他人に与えた。自分を変えるチャンスをつかんだにもかかわらず、世の中のすべてを憎み復讐に使った。そしてお前の持つ卑屈な精神と劣等感でやっとできた本当の友ですらお前の欲望の犠牲にした。今度は世間によってお前は破滅させられるだろう。この先沈みゆく船にしがみつきながら自らの行いを悔いて生きるがよい。お前を引きずり下ろす虫たちの世界で復讐を果たした葉月は橋の上に立っていた。最後まで深川のことを恨み言一つ言わなかった父さん。父さんの胸の内はわからないけど、これでよかったんだよね。彼女はこれまでの不幸を断ち切るかのように力いっぱい首飾りを放り捨てた。それは宙を舞い海の中に落ちる。そして首飾りについた宝石はかすかに怪しい光を放ちながら暗い海の底へと沈んでいった。